皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回の動画は青島初代シーマの完成までをお届けいたします。早速まずはクリア塗装から。クリア塗装の工程は全部で3回。使用しているエアブラシはタミヤのスプレーワーク HG エアブラシワイドで、塗料はクレオスのスーパークリア3をガイアカラー薄め液で1対 1.5 に薄めて吹き付けています。塗装工程1工程目は少し遠目から塗料をボディ表面に対してふわっとのせるように吹き付け、2工程目は角部分から始め全体をまんべんなく塗装していき、2工程目と3工程目の間に2000番のペーパーヤスリで表面を整えておき、3工程目は仕上げで全体を塗料が垂れる寸前を目安に吹き付けていきます。万が一垂れてしまった場合はイソプロピルアルコールで塗装を落としやり直したり、リカバーに時間を取られるなど悲惨なことになりますので、慎重に塗装を行っていきます。次に取り出しを行っていきます。クリア塗装後十分に乾燥させた塗装面は一見ツヤがあるように見えますが、塗装面にはまだまだ凹凸が存在しています。この凹凸を消していく工程です。徐々にペーパーヤスリの番手を上げながら滑らかな面にしていくので、前のクリア塗装工程では逆算をし厚めに塗装をしています。取り出し工程としては3回の工程。1工程目は2000番のペーパーヤスリで水取りをしていきます。ツヤが出ているクリア塗装面のツヤを消していく感覚で水取り。2工程目、3工程目はそれぞれゴッドハンド製の紙ヤスを使い、それぞれ6000番、8000番と番手を上げつつ水取りをしていきます。表面の目安としては反射する景色が歪まない程度と考えているので、研いでは拭き取り確認を繰り返し表面を滑らかにしていきます。2000番から始めマットな面が徐々にツヤが出てきたことを確認し終了です。続いて表面仕上げの工程です。表面仕上げの工程としては3つの工程となります。シーフォース製のリトルーターに筋彫り銅のバフを取り付け作業を行っています。1工程目はタミヤコンパウンドの粗めで1周、表面を一皮剥くといった感覚で研磨していきます。1工程目で粗めのコンパウンドでは傷を消すことはできませんので、2工程目、3工程目につなぐ感覚で少しずつ傷を消しながらツヤを出していきます。2工程目はタミヤの再目で1周、3工程目はタミヤの仕上げ目で限りなく傷がなくなるよう意識しながら研磨していきます。万が一途中で角が出てしまったら慌てず残しておいたボディカラーなりでタッチアップ。バフが届きづらい奥まった箇所はタミヤの研磨クロスや綿棒などにコンパウンドをつけ磨いていきます。続いてウィンドウモールなどのメッキモール部分に対し塗装を行っていきます。塗料は4アーティストマーカーのシルバーを使用。塗装の手順としてはまずモール外周にしっかり筋を入れておくことが大前提で、筋彫りの段階でこの作業を行っておきます。その筋を入れた箇所に墨入れ塗料ブラックを流し込んでいきます。流し込んだらエナメル溶剤を染み込ませた綿棒ではみ出た部分を拭き取ります。次はメッキの表現として4アーティストマーカーのシルバーを使用しメッキ部分を塗装。最後にモール内側には
4アーティストマーカーのブラックを使用し、マーカーの腹部分で塗装し完了です。この年代の車の特徴でもあるメッキモールはこのように再現しています。続いてマスキングと塗装です。クリアパーツであるライト関連とウィンドウ、あとはボディのサイドモールを塗装していきます。まずはライト関連から。リアテールはバックランプ部分をマスキングし、反射板には表面からレッドを筆で塗装。その後全体にクリアレッドを塗装していきました。続いてはウィンドウです。フロント両側はパカパカとするので、マスキングテープを貼り付けた上で調光ブレードで筋を入れていき、フロントとリアで分割。フロントとリアのウィンドウは黒セラミック部分を塗装していくのでマスキングです。曲面追従タイプのマステと細めのマステ、そして幅広のマステを使いマスク処理をしていきます。その後エボブラックを塗装です。ボディ全体には墨入れ塗料ブラックで墨入れを。サイドモールはデカールを貼り付けた箇所にはティッシュを1枚挟みマスキング。サイドモール部分はマステを大まかに貼り付け、デザインナイフでカットし、塗装面を露出させるなどモールのラインに沿ってマスクし、その後ボディ全体をビニール袋をつけたマステでマスク処理し、ガンメタを塗装していきました。続いてボディと切断したドアがしっかり開くようにヒンジ部分を作っていきます。ヒンジは内径 1mm、外径 1.4mm のステンレスパイプと 0.8mm の真鍮線を組み合わせて作ります。まずはドアの大きさを考えつつパイプをカット。次に真鍮線をカットしパイプに通します。パイプ両端から出ている真鍮線を L 字に曲げたら、さらに U 字に曲げていきます。U 字の部分に開いたドアの端が収納される仕組みです。その後 U 字に曲げた部分をさらに L 字に曲げ、ボディ側に取り付けるためのステーとします。次に可動パーツをドアに取り付けていきます。ドアは複雑な R がついているので、プラ板を取り付けフラットにした上で可動パーツをシアノンで取り付けました。次にウィンドウとドアの取り付けです。まずは塗装時に2分割としたフロントとリアのウィンドウをそれぞれ取り付けです。マステで固定しつつセメダインハイグレード模型用接着剤で取り付けました。続いて両ドアのウィンドウですが、まずは 0.2mm のクリアプラ板をドアの形状に合わせてカット。その後ドア内側と内張り裏面に両面テープを貼り付けておきます。そしたらクリアプラ板をドアと内張りで挟み込むように取り付け完了です。仕上がったドアは内張りとドアの間に隙間があり、実写感が薄れてしまうので、形状に合わせたプラ板を取り付けてインテリアと同じカラーを塗装しておきます。次にドアをボディに取り付けていきます。ドアをボディに取り付けマステで固定しつつ、フェンダー側に伸びた可動パーツのステーをボディ側にシアノンで接着。ドアがしっかり固定できたらボディとシャシーを合体し完了です。続いてボーンミラーを使ったメッキ調塗装です。塗装を行ったパーツはグリルとサイドミラーにヘッドライトリフレクターパーツとなります。キラッキラなメッキ調にするには下地をいかに滑らかにしておくかが大事なこと。ボーンペイントではボーンミラーのアンダーブラックという下地専用の塗料があり、この塗料が本当に素晴らしく滑らかで超光沢なブラックになり、最高の下地が出来上がります。塗装手順としては下地を2000番のペーパーヤスリで滑らかにしておき、そこからアンダーブラック、ボーンミラー、フィニッシュクリアの順番で塗装。
ボーンミラーは低圧で遠目から何度かに分けて吹き付けを行います。フィニッシュクリアは低侵食なのでメッキも曇らずトップコートが可能。旧車を作るにはもってこいのボーンミラー。簡単にメッキ調の仕上がりが手に入ります。最後に仕上げです。まずは塗装を忘れていたパーツを仕上げていきます。ヘッドライトレンズ以外のクリアパーツを裏面からシルバーを塗装し、透け防止と発色アップ。縁部分は4アーティストマーカーブラックで縁取りです。3D で自作したリフレクターはフォグ部分にクリアイエローを入れ、グリルは墨入れをしておきます。ホイールを取り付けたらフロントから仕上げていきます。ボンネットのメッキパーツは長谷川のミラーフィニッシュをカットし貼り付け、ヘッドライトリフレクターにレンズと順に取り付けていきます。その後極太マフラーを取り付けてリアセクションに移ります。テールレンズに遮明プレート、トランク部分にはウイングを接着。サイドセクションはドアノブ部分を4アーティストマーカーシルバーで塗装し、キーシリンダーには配給パーツのマイナスモールド 1mm を取り付けです。そしてドアミラーを取り付けてサイドマーカーにクリアオレンジを塗装。最後に軽くモデリングワックスで磨き上げ完成となります。エアロパーツでゴリゴリに武装された見た目がどうにも好きになれず、ずーっと模型棚に居座っていたシーマ城ですが、いざテーマを決めてしっかり組み上げると、唯一無二のバリバリにかっこいいシーマに出会えました。シンクに染まったボディカラーに豪華装備あふれるインテリア。この時代の VIP カーにしかない豪華装備を見せたくて、両ドアをパカッとしてみました。木目調がたくさん使われ、高級感あふれるインテリア。ふかふかのシートは90年代に流行ったVIP カーブームのど真ん中を牽引し、VIP のベースカーとして引っ張りだこになったのも納得できます。伊藤和恵姉さんが乗るシーマを想像し、以前作ったノーマルバージョンと並べてみても、この車がいかに上品できらびやかな車だったかわかりますね。バブル全盛期をそのまま反映したような初代シーマ。今となっては高値で取引されていますが、社会現象ともなった初代シーマはいつか乗ってみたい車の一つです。今回はここまで。ご視聴いただきありがとうございました。